大人のための英文法へようこそ。今日のエピソードでは文の構成要素のうち主語と述語について解説します。文の中には様々な役割を持った要素が登場します。それらの中でも主語と述語は文の根幹を担う最も重要な要素です。主語は文の主人公のような存在です。そして文は主人公である主語の行動や様子の一部を切り取った動画のようなものであると言えます。主語には名詞が必ず必要です。動詞や形容詞などの他の品詞を主語の中で使うことも可能ですが、食べることのようにことという名詞を用いたり、美しさのように名詞化することが必要です。日本語の文では主語は主に文の最初に現れます。ただし、例外もあります。場合によっては、主語の前に他の要素が現れたり、主語が文の後ろの方に移動したりすることもあります。大抵の場合、主語はが、は、もといった助詞の直前に登場します。よって主語を探す際には、これらの助詞が目印になってくれます。しかし、日本語では文の中のあらゆる要素を省略することが可能なので、主語自体が欠けている場合や助詞が欠けている場合もあります。さらに、日本の学校で教わる文法では、主語と主語を区別する場合があります。主語は一単語のみで、主語は一単語以上の塊であると覚えてください。対する述語は、主人公である主語の正体、行動、様子、状態、性質などを表します。述語には動詞、形容詞、形容動詞のいずれかが必ず必要です。日本語の文では述語は主に文の最後に現れますが、主語と同様に動いたり省かれたりすることもあります。文の中の主語と述語を特定するために以下の質問をしてみましょう。誰がもしくは何がという問いかけの答えが主語です。反対に主語が何、主語が誰、主語がどうする、主語がどんなといった問いかけの答えが述語です。例を見てみましょう。犬が手を噛んだ。この文の主語は犬という名詞です。犬の直後にあるがという助詞が目印です。また犬は主語でもあります。犬が何をしたのでしょうか？犬は手を噛むという動作をしました。よって、犬という主語に対応する述語は、噛んだという動作です。彼の大きな犬が手を噛んだ。この文の主語は犬です。なぜなら、助詞のが直後に位置し、さらに噛むという動作を行ったのは犬だからです。彼を主語と勘違いしないように気をつけましょう。そして主語は彼の大きな犬です。あそこに立っている女性は美しい。この文の主語は女性です。助詞のはが目印です。主語はあそこに立っている女性です。そしてこの主語の様子を表す述語は美しいです。私の父は医者です。この文の主語は父。主語は私の父です。述語は医者ですという部分です。以上が日本語の中の主語と述語の解説でした。英語においても主語と述語の役割は変わりません。しかし英語では主語と述語は文の中の決まった位置に出てくることが多いので、日本語よりも特定しやすいと言えます。英語の基本的な語順は主語足す述語です。よって主語と述語は2つ並んで登場します。もちろん英語でも文の要素が動いたり消えたり、または主語と述語の間に新たな要素が挿入されたりすることもあります。英語での例を見てみましょう。A dog bit my hand. この文の主語は a dog、犬です。
なぜなら文の先頭に位置している名詞だからです。そしてこの文の述語は bit 噛んだです。なぜなら主語の直後に登場する動詞だからです。The woman standing there is beautiful. この文の主語は the woman 女性です。主語は the woman standing there あそこに立っている女性です。この主語に対応する述語は is beautiful 美しいです。My father is a doctor. この文の主語は father 父です。主語は my father 私の父です。そして父の正体は医者なのでこの文の述語は is a doctor です。今日のエピソードはここまでです。次回は目的語、保護、就職語について解説します。